弁天小僧。鎌倉に大きい呉服屋がありました。名前は浜松屋です。最近近くで万引きや泥棒が多いですから、浜松屋の人たちは心配していました。先月山形屋に有名な強盗が現れたと聞きました。日本大門です。怖いですね。でも、日本大門の手下の弁天小僧菊之助は、きれいな男だと聞きました。私は会いたいです。きれいな男でも泥棒ですよ。店の商品を取られたら、私たちの給料がなくなります。気をつけないと。その時、武家のお嬢さんが浜松屋に入りました。とてもきれいで品がいいお嬢さんです。とても高い着物を着ています。一緒に来た用心棒の男が言いました。浜松屋、この方は信濃守のお嬢さんだ。もうすぐ結婚するから、その準備でいろいろなものを買わなければならない。店の人たちはたくさん買ってくれるいいお客さんが来たと思いました。それでお茶を出したり、いろいろな布をたくさん見せたりしました。買い物が終わって、番頭さんがそろばんで計算しているとき、お嬢さんは高い布をこっそり懐に入れました。それに気がついた店の人が番頭さんにこっそり伝えました。では、浜松屋、よろしく頼む。失礼ですが、お嬢さん、お金を払っていない布を懐に入れましたね。万引きですよ。番頭さんが言いました。お嬢さんはぎょっとしました。用心棒は怒って言いました。お嬢さんが万引きをしただと？どこに証拠がありますか？失礼な店だ。証拠？証拠はこれですよ。番頭さんはお嬢さんの懐から布を出しました。ああ、それは。お嬢さんが抵抗しましたから、番頭さんは怒って、お嬢さんの額をそろばんで打ちました。お嬢さんに何をする？用心棒が番頭さんを殴りました。それで他の人たちも殴り合いになりました。その布は浜松屋のものじゃない。さっき山形屋で買った布だ。印があるから調べなさい。用心棒が言いました。番頭さんが調べると、確かに山形屋の印があります。店の人たちはみんな青ざめました。申し訳ありませんでした。店の主人が出てきて一緒に謝りました。うちの番頭が本当に申し訳ないことを。お嬢さんは額に怪我をして血が出ていました。それを見て用心棒はもっと怒りました。嫁入り前のお嬢さんが顔に怪我をした。謝って済む問題ではない。痛い。お嬢さんは泣いています。主人はお金を出して言いました。本当に申し訳ありませんでした。お詫びにこれを受け取ってください。ひふみ。ご主人、10両で済む話じゃありませんよ。では、
いくらですか？100両。100両もらったら許しましょ法外な値段でしたが、早く帰ってもらいたかったですから、主人は100両出しました。その時、侍が店に入ってきました。う。待ってください、ご主人。その人たちは嘘をついています。みんなびっくりして侍を見ました。どなたですか？お忍びで町へ来ていますから言いたくないですが。私は信濃守の家臣、玉島です。私はずっと見ていました。そのお嬢さん、信濃守の娘だと言いましたね。信濃守に娘はいません。それに、お嬢さん、腕に入れ墨が見えましたよ。あなた、男ですね。え、男？店の人たちはびっくりしてお嬢さんを見ました。お嬢さんはしばらくうつむいていましたが、にやりと笑って言いました。ふん、バレてしまったら仕方がない。そう、俺は男だ。俺が誰かわかるか？わからなかったら教えてあげましょう。俺の名前は、弁天小僧、菊之助だ。弁天小僧は着物を半分脱いで腕の入れ墨を見せました。この用心棒は兄貴、力丸。捕まえたかったら捕まえなさい。でも、奉行所で何と言う？俺たちが何をした？山形屋の布を持っていただけだ。それに、怪我をしたのは俺だ。お忍びの侍さん、あんたも奉行所へ行きたくないでしょう。浜松屋の主人は困りました。そして、お金を20両出して言いました。確かに、奉行所へ行くのはこちらも都合が悪い。うちの番頭があなたに怪我をさせたのは本当です。この20両は治療代です。これを受け取って帰ってください。20両？そんなはした金。侍がキセルを打って弁天小僧を睨みました。弁天小僧と力丸は顔を見合わせました。ふん、まあいいか。20両はもらってあげる。また来るよ。そう言って、弁天小僧と力丸は浜松屋を出て行きました。店の人たちはほっとして侍にお礼を言いました。本当にありがとうございました。お礼をしたいですから、今晩はここに泊まってください。そうですか。では。その夜、浜松屋に盗賊が現れました。浜松屋を助けた侍は、盗賊の棟梁、日本大門その人だったのです。